はい、こんにちは。島村楽器三宮オパテン DJ 萩です。本日は MPC-1 を使ってフィンガードラムをやるっていう動画をお届けいたします。実はついさっきまでですね、フィンガードラムで有名な将軍ビーツさんという方にレッスンを受けてまして、フィンガードラムのやり方とかね、細かいこととかいろいろ教えていただいたんですけど、その内容を踏まえて私なりにフィンガードラムのやり方っていうのをお届けしようと思います。なんで将軍ビーツさんにお願いしたかというと、実は結構前なんですけど、将軍ビーツさんが大阪来られてワークショップみたいなことやってた時に私行ってまして、その時にねフィンガードラムのやり方っていうのをちょっとだけ教えてもらったんですよ。その時のやり方をこっそり練習してたもんで、その続きとかその内容に沿った内容でちょっと最初教えてほしかったので、将軍ビーツさんに依頼いたしました。将軍ビーツさん独自のやり方とかもあるんですけれども、かなり、理にかなったやり方だなと思ったので、そのやり方中心にお届けいたします。じゃあフィンガードラムを MPC で始めよう。まずですね、フィンガードラムをやるってことですので、ドラムセットを読み込もうと思います。じゃあここを押してニューってやるとまっさらな状態で起動いたします。でここでエンプティプロジェクト、これで空っぽの状態ですね。でここからブラウズを押します。するといろいろねデモとか、サンプルとか選べるんですけど、ここでドラムを選んでください。で、おすすめとしてはこのアコースティックキットかな、これがいいと思いますね。これを読み込みします。はい、これをロードするとこんな状態で起動しますけれども、まずフィンガードラムで2パターンを紹介しようと思います。まず1個がワンフィンガーね、指1本でやるパターンですね。将軍ビーツさんはレギュラースタイルって言ってましたけれども、これでやると例えばこっちでハット叩く、でこっちでキックとスネアで、レギュラースタイルのねいいとこっていうのは、このプリセット読んだ時大体こういう配置で読み込まれることが多いんですよ。なんでそのプリセットのまますぐ叩けるという、利点だったりとか、ドラムでいうこういうスネアロールとかもスティックに近い感じで叩けるっていうのが良かったりするんですけど、今回教えてもらったのが両手で叩くやり方ですね。なんでその両手で叩くやり方にちょっと変更したいと思います。例えばキックがここに欲しいんですよとか、ハットがこの辺りだったりとかいう感じなんですけど、まずじゃあ将軍ビーツさんに教えてもらったパターンを再現しようと思います。基本的なプリセットで読み込んだやつをコピーして作ります。ちょっとやってみますね。まずキックを選択した状態でコピーをします。するとこういう画面になりますね。で今バンク A のこの音を選択してる、はい、ここですね。ここをパッと押すと、このバンク A の01番、これをどこにコピーしますかっていうのを選ぶんですね。なんでバンク B のここって感じで選びます。そして Do It を押すとバンク B のここにキックが読み込まれましたっていう感じなんですけれども、 A がプリセットのドラムセット、 B が将軍ビーツさんに教えてもらったセットという感じで作ってみようと思います。じゃあ次、スネアがここですね、はい、でハットここか、ハットがここでしたね。で小指でやってました。ちょっとじゃあパッと今作ってみますのでお待ちくださいね。大体できました。見てもらうとキック、スネア、ハットのちょっとバージョンみたいなでオープンでタムタムタムでクラッシュでライドという感じの配置になっているということで教えてもらいました。ここがなんかパーカッションとか入れることが結構あるって聞いたんですけど、読み込んだプリセットにパーカッションなかったので内部のデモから探ってみようと思います。ブラウズをしてこのサンプル、この中にいろいろ音が入ってるんですよね。多分パーカッションなので、パーカッションって PE かな、こんなんでいいんじゃないですか。気に入った音があったらロードって押すんですよ。ロードを押したらサンプルアサイン、ここ行きます。そしてさっきのロードした音を探しますね。この音をここを選んだ状態で押します。すると読み込まれます。でこっちはじゃあこんな音、パターンの間にパーカッション入れる時に使うみたいですね。こういう感じのセットを組んでおられました。あとは色をつけます。パッドにね、これプリセット読んだ時キックが赤、スネアが黄色みたいな感じになってたと思うんですよ。やっぱ分かりやすいのでこの配置に近づけたカラーにしようと思います。メニューでパッドカラー、ここでいろんな光り方が選べるんですけど、もう常にこの光り方とか、オフから押した時だけこう光るとか、あ
とディムって言って薄く光っといて押したら光るこのパターン、これが好きなんでこれにしようと思う。ディムでベロシティ、あとシングルパッドっていう選ぶとキックが赤とかが選べます。オールパッドにすると全部この色になりますね。シングルパッド選んで、じゃあキックが赤、スネアは黄色、ハットを青にするんですいつも。タムが、ね、緑が多いかな。クラッシュも青、ここ色変えてもいいと思いますよ。こうやってライドはじゃあこの色にしようかなとか、パーカッションかオレンジにしよう。パーカッションはこういう風にしとくと色でこれこの音入れたなっていうのが分かりやすいですね。これセットによってはこの配置と違う配置になったりすることがあると思うんですけど、その時にね色を見てこれこういう配置だったなっていうのがすぐ分かるのでやっていた方がいいと思います。で将軍美術さんに教えてもらった配置がこういう配置でした。今日急にハッと小指って聞いたんですけどちょっと難しすぎるんで、私好みの配置それも作るんでちょっと待っててください。はい、ということで基本的にはこうハット、キック、スネア、この3つで練習を最初はするという感じですね。これが何ていうのか知らないですけど、なぜこのパターンが良かったかというと、最初始めた頃結構前なんですけど、ジェレミー・エリスの MPC レッスンみたいな動画を見ながら練習したんですけど、そこで出てきたのがこの中指でハットを叩きながらキック、スネア、このやり方っていうのがその動画のレッスンで出てきてて、その時はこう縦にこう3つ並べるっていうやり方だったんですけど、それで練習で入ってるのでキック、スネア、ハット、このやり方に慣れてたんですけど、最近の主流だと薬指、この指でハットを叩いてキック、スネア、このパターンが増えてきて、ここでオープン鳴らすみたいな、これがなんか増えてきてるみたいなことを聞いたので、将軍美術さんに前それで習ったんですけど、それでこれを練習してたわけですよ。で習ったやり方っていうのをまず言うと、四分音符、これですね。まずこれをね、右手左手でこれをこうやって鳴らせるように練習すると。で右手が表、左手が裏。次はこれを右手だけで、当然左手でも。でこの次にやるのがこれが16ビートです。どんどんこれをまた右手だけで16を覚えますね。だいぶ怪しいですこの辺から。でこれをまた交互にやると30になると、これを練習していくと刻みができるようになっていくということで、今日教えてもらったんでこれからしばらく練習します。普通の8ビートのキックをまず入れていくんですけど、ここから抜き差しして1234全部鳴らしてたのを1番目と3番目だけにするとか、1番目と2番目、2番目と4番目できないんですけど、これをね練習していくらしいんで、僕も練習しようと思いますっていう感じでね、これを今度はスネアのパターンでやってみたりとか、そういうのをやっていろんなパターンを作っていくっていう風に聞きましたんで、これから私も練習いたします。ちょいちょいね Twitter とかでね MPC ね練習途中の動画とかにちょいちょい上げてますんで、よかったらぜひ見てください。であとは、いろんな曲聴いてこのパターンちょっと面白そうだなって言って、それを練習するとかやってパターンを増やしていけばいいんじゃないかという風に教えていただきました。あとはフィル、この辺もいろんな曲聴きながらとか、教則本でドラムの本見ながらとかね、そういうのもありじゃないかなというふうに、聞きましたので、このパターンはもうひたすら練習するというのが、解決策なのかなと思いました。あとそうだ、人それぞれの癖とかもあると思いますし、ベースとかねループとか配置するにあたってここの方が叩きやすいなとか、そういうねいろんなやり方あると思うので、決まってはいないということなのでね、いろいろ試してみてオリジナルのセットを作ってみてはいかがでしょうかと。まだねガッチガチに決まってないところが楽しかったりもするんじゃないですかねみたいな話で盛り上がったりもしたんで、いろいろ試してみてはいかがでしょうかというところです。この後何やるかというとループフレーズとかなんですけど、上物の2パターンあるというふうに聞いたんですけど、ループで鳴らすパターンですね。例えば4小節とか8小節とかのループを用意しておいて、それをね鳴らすパターン。その時はね上にループ置いてましたね。面白いなって思ったのが、下全部キックで埋めてたんですけど、キックにベース重ねて鳴らす位置によって音程が変わるみたいな、なんか作ってみましょうかね。ベースパターンをここから読みますね。
こキックプラスベースが鳴ってて、スネア、ハットって感じでベースラインとドラムが一緒に鳴らせる。でここに上物があるっていう感じでやってたんですけど、すごく理にかなったやり方だなと思いました。あとはワンショットのやり方っていうのも聞いたんですけど、こういうのをロードしといて適当にアサインする。ハットの代わりに何か入れるとか、キックのとこにっていう感じで、なんか基本のドラムセットを叩けるようになって、ハットを叩くタイミングとかクラッシュを叩くタイミングのところにワンショットを入れるとか、そういう風にやることによってワンショットでなんかすごい面白いねセットが叩けるんじゃないかなという風に聞いたんですけど、これはやっぱ練習してどんどん試してみるしかないなと思ったので、鳴らせるようになる練習しようと思います。今日はまずプリセットで叩くならワンフィングで、私がずっと練習しててショーング・ビンさんに習った両手を使った表裏、このやり方を練習したらうまく叩けるようになるんじゃないかなというね、フィンガードラム触りの動画でした。はい、ということで本日は MPC でフィンガードラムをやるという動画でした。私もね全然下手くそで、今日将軍ミスさんに教えてもらったことも全然復習できてないままこの動画撮影してるので、これ伝わってるのか心配ですけれども、これからどんどんフィンガードラムを始めるとかね、パッドの選び方とかそういう動画をねどんどん投稿していこうと思いますので、ぜひフォローお願いいたします。まず今日ね MPC1 で動画撮ったんですけど、すごくいいんですよ。これパッドがちっちゃいのでね、意外と日本人叩きやすいというとこがあるんですけど、いろいろ試してみてるんですけど、やっぱりね MPC ライブ2ちょっと欲しくなってくるんですよね。やっぱり何がポイントかというと、 MPC ライブ2になると電池で動きます。であとスピーカーが内蔵、はい、この2点がまず大きいポイントなんですけど、 MPC1 だと叩く場所が固定されちゃうんですよ。あとスピーカーも必要になりますのでね、ちょっとソファーでのんびりしながら叩く練習したいなとか、寝っ転がって叩きたいなとか、そういう時に MPC1 だと設置してる場所に行ってやらないといけないんです。自宅だと面倒いなと思っちゃうポイントなんですよ。それが MPC ライブ2だとどこでも叩ける。もちろん外行ってとかね、ライブ会場で叩くっていうのもできますね。あと Wi-Fi が内蔵しているので、MPC1 でもランプポートあるんですけど、スプライスとかの音源がパッと Wi-Fi 無線で読み込みができます。あとはサンプル数がね MPC ライブ2の方が多いので、ちょっとね1使ってみてライブ2欲しいなと思ってきてるとこではあるので、この辺りも参考にしてみてください。MPC1 ね安いですと言っても89,800円しますので、学生さんとかなかなか出せないなと、そういう方向けにMPD とかね、これだとスマホにつないでできたりしますので、そのやり方とかも今後紹介していこうと思いますのでお楽しみに。ということで今回の MPC でフィンガードラム始めようという動画はこれにて終わりになります。あと Twitter 上でね MPC を叩いて練習しているっていうね、どんどん上手になっていったらいいなという感じで動画投稿もしてますので、ぜひ Twitter のフォローもお願いいたします。はい、本日は以上になります。ありがとうございます。